こんにちは。ジャズトランペッターの菅野敦です。今日は初めてのおしゃべり動画を撮っています。僕が普段メインで吹いているこのヴィンテージトランペット、コーン 38B コンステレーションっていう楽器をご紹介したいと思います。昭和のバンドマンの人たちはこの楽器をコンストと呼んでました。歴史的な背景やスペックについては、オールズさんという方が大変詳しい動画を出されてますので、ぜひそちらをご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。僕の方からは、この楽器に対する思い入れ、そんなところを中心にお話ししていきたいと思います。この楽器は1960年製なんですけど、なんでこんな古い楽器を僕が吹いているのかっていうと、それは僕がトラッドジャズという古いジャズを演奏しているからなんですね。ニューオーリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スイングジャズといった古いジャズを演奏するときに、こういうヴィンテージトランペットだと気分が出るんですね。それともう一つは、僕のトランペットのアイドルが、何人かいるんですけど、その中の一人で、クーティー・ウィリアムスというデューク・ウェリントン楽団のブランジャーの魔術師と呼ばれた人なんですけど、その人が晩年にこの楽器を吹いていたので、興味を持ったっていうのがあります。はい、コーン 38B コンステレーションご覧いただきましたけど、どうでしょう？なんとなく見た目がずんぐりしてるなと思いませんか？試しに皆さんがよくご存知のバックのトランペットと比べてみたいと思います。はい、こちらバックのトランペットです。これも大変古いものですけど、形は今のものと全く一緒です。はい。なんとなくでっぷりしてますよね。実はこの楽器はもともとコルネットとして作られたんですね。コーン 28A というコルネットがあって、それのトランペット版として改良されたのがこの 38B ということらしいです。なので、見た目にコルネットの面影が残ってます。音色のコルネット的なまろやかな音から、トランペットのパリッとした音までかなり幅広い表現力があります。よくこの楽器は吹奏感が特殊だって言われるんですけど、トランペットというよりもコルネットの吹奏感に近いんじゃないかなと僕は思っています。吹奏感よりも僕の場合はまずこの楽器の重さに苦労しました。先ほどのバックがあれも重めの楽器と言われてますけど、だいたい 1100g 前後で作られてます。でもこちらの楽器、なんと 1250g もあるんですね。それでこの楽器を支える左腕が故障したりして、それでは吹いていけないので、なんと僕はこの大変貴重なヴィンテージトランペットを改造するという暴挙に出ました。まずこちらですね。一番管。ここにはもともとこういうオートトリガーというレバーがついていました。親指でそのレバーを押すと、このスライドが引き伸ばされて、ピッチの調整ができる仕組みですね。それが重そうなので外してしまいました。こちらに跡が残っているかと思います。あとこちらにも跡が残ってますけど、これはガイド棒の台座がついていた場所です。それも外しちゃいました。なので、
この楽器はもう一番管が動かせないんですね。昔の楽器は一番管が動かせないタイプのものが結構あって、それでも過去の名人たちは素晴らしい演奏を残していたんですね。僕も頑張らなきゃと思います。それに、ここがスッキリしましたから、腕が通せて持ち運びにも便利です。そして、こちらの3番管。ここにはもともとネジで緩めて移動できるタイプのリングがついていたんですけど、重いので外しました。代わりにこのリングだけ溶接してもらっています。こっちだけでなくて、前後等しく軽くすることで持った時のバランスをキープしています。これでだいたい 100g 近い軽量化ができて、僕の腕も元気に治りました。楽器をいじったお話のついでなんですけど、こちらのトップキャップの赤いフェルト見えますか？これいかにもヴィンテージっぽくて気に入ってるんですけど、どうもすぐ潰れちゃうんですよね。そうするとバルブが下に下がりすぎちゃって、中の穴の位置が若干合わなくなるんですね。この楽器はボアサイズが細い、つまり息の通り道が細いので、ちょっとした穴のずれっていうのが結構影響してくると思うんですよね。なので僕は自分でこの赤いフェルトをこまめに交換しています。はい、こういうね、赤いフェルト、手芸屋さんで買って、今、ボアサイズが細いって言いましたけど、実際どのぐらい細いのか、先ほどのバックのトランペットと比べてみたいと思います。はい、こちら、バックの2番管です。ML と言われるサイズですね。ボアサイズは2番管で比べるのが分かりやすいみたいです。こちらは 38B の2番管。どうでしょう？伝わってたら嬉しいんですけど、ボアサイズが細いからこの楽器は息が詰まる、抵抗が強いってよく言われますけれども、実際はそんなことはなくて、この楽器はコルネットみたいに管が大きく巻かれているので、その分息はスルスルと抜けていきます。僕はこの楽器を今から4年くらい前に手に入れたんですけど、ちょうどその頃、自分で言うのもどうかと思うんですけど、イップスという謎の楽器吹けない病にかかっちゃいまして、仕事もできない、うつうつとしていたんですね。なんとか気分転換しなきゃなと思っていたところ、親しいリペアマンの方がこの楽器を僕に譲ってくれました。僕はこの楽器の前にもヴィンテージトランペットを長いこと吹いていたので、そのリペアマンにはメンテナンスとかでちょいちょいお世話になってました。ですが、この楽器を譲ってもらってからは、あまりお世話にならなくなっちゃいました。何しろ、この楽器、とんでもなく頑丈なんですね。一つ一つの部品がごつく作られていて、それががっちりと組み上げられている。こういうところもね、直角に組み上げられています。なんかまるで鉄工所で作ったみたいなんですよね。それから、このニッケルメッキ、ギラギラしてますけど、これがなかなか錆びない、剥がれない、傷もつかないっていうんで、楽器というよりは工具みたいな雰囲気なんですね。すごく気楽に取り扱えて、僕はソフトケースに入れて持ち歩いてますし、このでかいベルを下にして床の上に立てて置いちゃったりしてね、それで倒したりぶつけたことも何度もあるんですけど、この楽器はびくともしません。こういう頑丈な楽器を吹いているうちに、だんだん僕はリラックスできるようになったみたいで、この楽器を吹いて3年ぐらい経った時に、イップスから回復できました。もちろん楽器のことだけじゃないと思うんですけど、大変ありがたい楽器なので、これからも吹いていきたいなと思ってます。ヴィンテージトランペットはいろいろ発見があって、音楽的にも奏法的にも
楽しみが広がると思うので、ぜひ皆さんも良いリペアマンを見つけてチャレンジしていただけたら嬉しいです。今日は僕がメインで吹いている1960年製のヴィンテージトランペット、コーン 38B コンステレーションをご紹介しました。どうもありがとうございました。